はい、今回は私のふるさと、信州のですね、千曲川を描いてみたいと思います。ポイントは、ハケを大胆に使うところで、墨の魅力をお楽しみください。頑張りましょう。ハケは浮かし気味に半分撫でるような感覚で引いてみましょう。岸の先端の方は木立がちょっと意識できるような表現になるようにハケを動かしてみましょう。手前の茂みですね。木立がイメージできるようなハケの動かし方を心がけます。岸辺ですね。後ほどここに釣り人をあしらってみたいと思っています。近景の茂みですね。動力的に吐くような感覚で描いてます。この場合も少し塊を意識してやると変化が出ていいと思います。段階を動かしてから変形の山並みをここで入れていきます。ハケの一端を使って流れを描いてみます。ハケを浮かし気味に触れるか触れないかぐらいの感覚が大事です。流れのアクセントもつけました。茂みのアクセントも加えます。釣り人を描きますが、頭から描かずに胴体、
体を先に描いてから頭をつけるとバランスが良くなります。頭をつけてみます。竿を描いてみましょう。背負っている荷物を描いて完成ですね。円形の山裾のアクセントを加えています。完成です。今回は千曲川の写真を元に取り組んでみました。そっくり描くというよりも自分のイメージ、感覚で取り組んでみました。まず最初に対岸の山裾ですね。千曲川のほとりに伸びてきている山裾をですね、描いてみます。川の縁の表現にちょっとアクセントをつけるつもりで刷毛を使ってみるといいと思います。その後、手前の茂みです。そして伸びている手前の岸辺と茂みを添え、そして近景の茂みを刷毛を使って省略的に描きました。対岸の山裾の遠山も薄く描いて、できた川のスペースに流れを省略的に描きました。刷毛の一端を使ってこの流れを表現しました。ちょっとアクセントで手前の水の表情を入れ、そして最後に釣り人ですね、シルエット的に入れて完成です。刷毛を使うとですね、細かなところが表現できない代わりに大胆な味が出ると思います。思い切ってやってみましょう。